読書は推し活。一番好きなヴァンパイア漫画はこの作品なんよね。魔法先生ネギマという作品はご存知でしょうか。本作はネギマの未来を舞台にした続編です。主人公は引きこもりオタクの吸血鬼女子二次元の推しをめでることが一番で、年下男子が好きな方に特におすすめしたい作品です。ヤンデレ男子好きでもちょっと引いてしまう可能性のあるバイオレンスな描写が多い本作ですが。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回ご紹介するのはヴァンパイア漫画15選。2025年7月にヴァンパイア漫画ババンババンバンヴァンパイアが映画化されましたね。私も鬼滅の刃目当ての人で溢れる映画館にて鑑賞し、役者さんたちの全力コメディに笑わせていただきました。ただ鑑賞後、出演者さんのインタビューを視聴していたら、あまりヴァンパイア漫画ってないような気がするといった発言を耳にしたんです。なんということ、他にもたくさんあるのにと、好きな漫画たちが知られていないことが悔しくなりまして、そこで今回特におすすめな15作を紹介することにしました。完結済みの作品も多いため、気になった作品があれば、この夏の休暇に一気読みしてみてはいかがでしょうか。概要欄に各作品のリンクも貼っています。まずは少年、青年漫画系からスタート。1作目はババンババンバンヴァンパイアです。冒頭で紹介した作品について知らない方向けに紹介します。国島博正先生の作品で2025年8月上旬時点で11巻まで刊行中です。450歳の吸血鬼が老舗銭湯で住み込みバイトをしながら、18歳童貞の地を求めて、銭湯の息子の童貞を守り続けるという、もう設定からしてぶっ飛んだ BL、ブラッディラブコメです。2025年1月からアニメ化、7月には吉沢亮さん主演で映画化されました。最近の吉沢亮さんといえば映画、国宝で話題ですよね。そちらの演技も素晴らしかったんですが、バババのコメディも最高でした。漫画原作のコメディを実写化するって結構難しいと思うんです。漫画だから成立するセリフを現実の世界で言うとしらけることもあると思うんですが、映画バババの役者さんたちは皆さん最高でした。銭湯の息子、リヒト役の板垣リヒトさん。彼、役名と役者さんの名前が一緒だなと思っていたら、板垣リヒトさんがキャラクターのモデルだったそうで、ぴったりにも程がある配役でしたね。監督の浜崎真司さんは au の CM、サンタロウシリーズを作っている方で、音楽の使い方が抜群にうまかったです。まだ上映している映画館もあると思うので、ぜひ見に行ってみてください。そして映画でハマった方は漫画で続きを読むのもおすすめです。2作目はヴァンパイア十字会です。白平久先生が原作、木村恵里先生が作画を担当された作品で全9巻で完結済みです。至高のヴァンパイア王が1000年にわたって愛する女王を救うため放浪の旅を続けるという壮大な物語です。この作品を最初に読んだのは小学生の時なんですが、その頃から今まで一番好きなヴァンパイア漫画はこの作品なんよね。一番かっこいいと思うヴァンパイアも主人公のローズレッド、ストアースから変わっていません。って言うと、この後紹介する漫画って面白くないのって思われちゃうかもやけど、他の漫画もちゃんと面白いんです。おすすめしたいんです。ただ、個人的に本作は別格で好きですね。人と吸血鬼の根血をダンピールと呼ぶっていうのは本作で知りました。原作者の白平久先生といえば、スパイラルな虚構推理、絶縁のテンペストも手掛けている方で、どれかは触れたことがあるって方も多いのではないでしょうか。他の作品同様緻密な構成でどんでん返しが本当にすごい。ヴァンパイアやダンピール、人間と様々な立場のキャラクターが登場するんですが、それぞれの正義と正義がぶつかり、思い出しただけで泣けそうです。電子書籍で試し読みできるため、どんな感じか気になる方はぜひ読んでみてください。第1話からドラマが詰まった作品です。3作目は悠久ホルダーです。赤松健先生の作品で全28巻で完結しています。魔法先生ネギマという作品はご存知でしょうか。本作はネギマの未来を舞台にした続編です。都に出て一旗あげたい少年が育ての親を倒すことを条件に旅立ちを目指すんですが、賞金稼ぎとの戦いで自分が不死身であることを知り、物資者たちの組織悠久ホルダーに加わるというお話。正直に言うと前作ネギマを最終巻まで読んだ人でないと前作キャラについてわからずちょっとモヤモヤしてしまうかもしれません。最終巻までとわざわざ言及したのは前作ネギマで38巻あったんですが、前半と後半とで結構印象が違う漫画だったんですよね。ラブコメだったのが SF 作品になった感じというか、だからラブコメパートしか知らないって人も彼と思うかなと。ただ悠久ホルダー、擬態面白い作品であることは間違いないためぜひ読んでみてください。とりあえず雰囲気だけ知りたいという方はアニメから入るのもおすすめです。4作目はロザリオとヴァンパイアです。池田明久先生の作品でシーズン1が全10巻、シーズン2が全14巻で完結しています。高校受験に失敗した主人公が妖怪が通う学園に入学してしまい、美少女妖怪たちに囲まれたモテモテライフが始まるという王道のラブコメ展開です。2008年にアニメ化もされてバトル、ラブコメ、妖怪の組み合わせが絶妙でした。
絵柄が感を重ねることに進化して、最終的に理系キャラが多数登場するのも見どころ。ギャグとシリアスのバランスが良くて、主人公が成長して強くなっていく展開も魅力的です。5作目はデビルズライン S。花田龍先生の作品で、全14巻で完結済み続編のデビルズライン2逆襲が2022年より連載中です。現代日本を舞台に鬼と呼ばれる吸血欲を持った存在と人間との関係を描いたダークファンタジーです。人と鬼のハーフの刑事と大学院生の恋愛を軸に鬼の抹殺を企てる組織の陰謀に巻き込まれていきます。他の吸血鬼作品と違って吸血鬼である辛さ、苦しさ、怖さを色濃く描いているのが特徴的。過激な描写も多くてちょっと全年齢の方にはおすすめしづらいのですが、愛と欲望、暴力と献身が交錯する大人向けの作品です。ここからは少女、女性漫画系に移ります。6作目は推しに甘神です。鈴木ジュリエッタ先生の作品で2025年8月上旬時点で8巻まで刊行中です。主人公は引きこもりオタクの吸血鬼女子二次元の推しをめでることが一番で、オタ活のためにアニメの聖地に引っ越したら、なんと推しに超そっくりな男の子が隣に住んでいた。しかもその男の子は世界中の吸血鬼を魅了する血を持っているという設定です。始祖である父を持ったお嬢様でありながら、純度 100% のオタクな主人公が可愛いし、隣の部屋の男の子が最初釣れないところもええよね。超ピュアな2人のやりとりにニヤニヤしたい方におすすめです。7作目は2度目の人生は推しの食料です。桑倉先生の作品で2025年8月上旬時点で3巻まで刊行中です。ブラック企業で働く貧弱体質な主人公が過労死して推しの吸血鬼公爵の婚約者に転生するというお話です。転生後の主人公はいくら血を吸われても死なない強靭な肉体を手に入れていました。そんな得意体質を知った公爵は生かす代わりに永遠に血液を提供する食料になれと告げます。推しの糧になれるなら喜んで身を捧げるという推しへの愛が強すぎるヒロインと吸血鬼になってしまったがゆえに孤独に生きてきた公爵のすれ違いが見どころの本作。じれったくもついつい見守りたくなる2人です。8作目はヴァンパイアナイト S。日の祭り先生の作品で全19巻で完結済み続編のヴァンパイア騎士メモリーズが2016年より連載中です。2008年にアニメ化もされており、ヴァンパイア少女漫画といえばこれという方も多いはず。主人公は名門学園の普通科に通う女子高生で学園ガーディアンとして活動しています。活動内容は学園の美形エリート集団夜間部の正体が吸血鬼だという秘密を守ること。ゴシック感あふれる世界観と見目麗しいキャラクター、吸血鬼の先輩と吸血鬼を憎む同級生との切ない三角関係が魅力的な作品です。9作目は千年の雪です。羽鳥ビスコ先生の作品で全4巻で完結しています。オーラン高校ホスト部の作者による生まれつきの心臓病で余命いくばくもない女子高生と血が嫌いな吸血鬼の少年の切ないラブストーリーです。千年の寿命を持つ吸血鬼の少年が一生パートナーなしで生きると決めている理由とは何なのか。水都市を扱ったシリアスなファンタジーでありながら明るい性格の主人公で笑いの要素も散りばめられているため読みやすいと思います。コメディ要素が強かったオーラン高校ホスト部とはまた違った魅力がある作品です。10作目は黒伯爵は星をめでるです。音久先生の作品で全12巻で完結しています。19世紀ロンドンが舞台の反吸血鬼のシンデレラストーリー。下町で花売りをする主人公は母を亡くし双子の兄とも生き別れになってしまいますが、ある日バレンタイン伯爵のもとへ嫁ぐことに。独占欲が強くて主人公を溺愛している伯爵と素直で鈍感なダンピール、人と吸血鬼の根血の少女による胸キュンラブストーリーです。溺愛物が好きな方はぜひお手に取ってみてください。11作目は明治ロマンストリアです。音中沢木先生の作品で全6巻で完結しています。舞台は明治時代、田舎で生まれ育った主人公が突如東京の家族に引き取られ、家族女学院に通うことになります。そこでマナーの教鞭を取る美しい西洋人教師と出会うんですが、彼の正体は吸血鬼だったという設定です。家族女学院での上流階級生活と西洋文化の描写が特徴的で、和洋折衷の吸血鬼ロマンス。ついつい田舎の方言が出てしまう主人公ら、極限まで疲れると小さなコウモリの姿になってしまう吸血鬼先生が可愛いよね。時代物×ヴァンパイアの漫画が読みたい方におすすめです。12作目はチョコレートヴァンパイアです。熊谷京子先生の作品で全18巻で完結しています。ツンデレ女子×年下男子によるヴァンパイア少女漫画です。幼い頃に血のちぎりを交わした主人公と少年。これによりヴァンパイアの少年は主人公の血しか飲めず、主人公は少年にしか血を与えられません。けれども契約後、養子をヴァンパイアに殺された主人公はヴァンパイアを毛嫌いするようになってという切ない展開から始まるお話です。
嫉妬あり、バトルあり、お話が進めばイチャイチャ要素もしっかりあり、年下男子が好きな方に特におすすめしたい作品です。13作目はメイドと吸血鬼です。韓国発の作品で、単話売りの全76話で完結しています。交通事故で異世界に転移した主人公は、黒髪のせいで吸血鬼と間違われ、奴隷商人によって公爵系を売り渡されてしまいます。彼女を買い取った公爵は、この世界で唯一の吸血鬼でした。生き残るため彼の直属メイドとなった主人公の誠実さによって、孤独で残酷な公爵がだんだんと変わっていくというお話です。最初は自分の命を守るため、ヘラヘラしている主人公なんですが、次第に感情を出していくところが好きです。もともと縦読み漫画として描かれており、古から縦読み漫画アプリでも読むことができる作品です。最後の2作は大人の女性向け、どちらもおすすめではありますが、大人向けの描写が含まれているため、年齢を考慮してお読みください。14作目は、ミッドナイトセクレタリです。大見友先生の作品で、全7巻で完結済み、番外編、ミッドナイトバトラーもあります。吸血族の上司と彼を支える秘書との官能的な恋愛を描いたラブロマンスです。大見友先生の代表作の一つで、オカルト要素のあるオフィスラブとして人気を集めました。神秘的で色気のあるヒーローも魅力的なキャラですが、きつく結んだ髪をほどき、縦メガネを取れば、童顔で可愛らしい主人公が特に好きです。刺激的な描写も多いため、大人の方向けの作品ではありますが、社会人が主人公のヴァンパイア漫画を求めている方は、こちらをお読みください。15作目は、私と壊れた吸血鬼です。林野美希先生の作品で、全10巻で完結しています。主人公は両親が蒸発したことで低米の面倒を見ながら大学に通う貧乏女子大生。ある日、大怪我を負った彼女を初恋の男の子が救ってくれます。しかし彼は夢見た姿ではなく、10年以上地下牢に監禁されボロボロになった吸血鬼でした。共依存、ヤンデレ、溺愛、飛躍願望などの要素が詰まったピュアとダークが同居する独特の世界観が特徴的な作品です。ヤンデレ男子好きでもちょっと引いてしまう可能性のあるバイオレンスな描写が多い本作ですが、もう普通の恋愛漫画じゃ物足りないんだという方はお手に取ってみてはいかがでしょうか。以上、ヴァンパイア漫画15選でした。何作品知っていましたか？皆さんのおすすめ漫画もぜひ教えてください。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。